皆さんこんにちは。今 ZRV に乗ってるんですけども、 ZRV ですね、リコールが少しあったかなというふうに思います。実際リコールが発表されたのは今よりも少し前なんですけども、いろんな部品がね揃ってからご連絡しますみたいな形のご連絡を受けている方もたくさんいらっしゃったと思います。で我が家もですね最初のリコールを知ってからやっとまたハガキが先日来まして、準備ができましたんで予約を取ってリコールの対策来てくださいってことだったんで、早速ですね予約を取って行ってまいりました。で今回はこのリコールのね対応をしてから、ちょっと感じていることなどでお伝えしたいと思います。ただ素人の感想ですので気のせいってこともありますし、あともしくは変わったってことでプラシーボみたいな感じでねちょっと思い込んでしまっているところもあるかもしれないので、おそらくこれ ZRV のユーザーさんがこの動画見てくださっていると思いますので、同じようにリコール対応してみて前後で何か違いがあるかとかもね教えていただけましたら嬉しいなというふうに思います。でまずですね今回のそのリコールの内容なんですけれども、一応その電動パワーステアリングギアボックスに障害があったということでした。でちょっと内容をご紹介してみたいと思うんですけども、この電動パワーステアリングギアボックスっていうのは日本語でちょっと噛み砕いて言うと多分舵取り装置って書いてあったんで、要はその舵取りステアリングなんでそのハンドルのね舵取りのところの部分の不具合があったよっていうところだったと思います。でこの電動パワーステアリングギアボックスにおいてギア同士の噛み合わせ荷重設定が不適切だったということで、その噛み合いの部分に、添付しているグリースですよね、その油みたいなもんですかね、グリースですからが押し出されて、手動抵抗が増加することがあるということでした。でそのためにそのステアリングを操作する時の操作力が増大する恐れがあるっていうようなリコールだったんですよね。ですので、これをちょっと素人的に噛み砕くと、ステアリングのこの切っていった時の操作力が増大なので、本来であればこんなに切らなくても曲がるのに操作力がもっと必要になってしまうようなことが起きるかもしれないですよっていうようなことなのかなというふうに思っております。で実際ですねこの内容から聞くにつけステアリングを切ってる時に例えば操作する力が結構必要だなと思ったりとか、思ったよりもここ切らなきゃあれ曲がれないっていうような感じっていうのは実際ありました？そうですね、症状を感じたことっていうのはなかったですね。では普段使いしている中、例えば本当一般道を軽く走っている左折する程度ではもしかしたら感じないっていうことなのかもしれないんですけれども、実際この車でいろは坂ですね、こちらを上り下りしたんですね。ヘアピンカーブをバンバン走ったんですけれども、あれ走ってる時も思った以上にこうステアリングを切っていってノーズが入っていかないなとか、もっと切らないと車が曲がっていかないなとか、そういった不自然な動きであったりとか不自然な感覚を感じた場面っていうのは全くなかったんですね。でこれは起きる可能性があるということなので、全ての車で必ず起こる事象ではない、起きている事象ではないと、そういったものであってもやはり起きる可能性があるものに関してはちゃんとリコール出されるわけなので、それでちゃんと改善されるというのはいいことなんですが、私自身はそれを感じたことはなかった。もともと症状が出ていたわけではないので、変わったことによってもうガラッとなんか今まで出た不具合が治ったぜみたいな、そういったような感覚っていうのはないっていうところです。今ですね話した通り、私も実際運転していてなんか切れない、この車ちょっとおかしくないかなっていうような異変は感じ取ったことはありませんでした。すごく気持ちよく運転はできていたかなというふうに思います。でただですね一つ感じていたのが、交差点とかで普通に右左折する時にたまにピピピピピピっていうアラートが突然鳴ることがありました。でこれは納車から1年くらいはねこのアラート鳴ったことはなかったんですよ。別に普通に交差点で左折右折する時に例えば人がいるとかね障害物があるとかであればもちろん鳴るとは思うんですけども、そういうタイミングじゃなくって1年を過ぎた頃からたまに鳴るようになったんですよね。なんだろうな、アラート鳴ってるんで何か起きてるなと思って一応周りを見るんですけど何も起きてないですし、むしろ障害物がほとんどないような大きな交差点で鳴ることも多かったので、これがもしかしたらリコールで鳴ってる、ステアリング関係ってことだったんで、ステアリングを切ってる時にピピピピピって鳴るので何かが起きてるのかなっていうような感じはしてました。ただそれが先ほども言った通り体感として切れなくておかしいからピピピピ鳴ってるなっていう感じは全くなかったんで、多分システム上で不具合を感じ取ってはいたんだろうなっていうようなところは思います。この症状皆さんに出てたかわかんないですけども、鳴るなってことはね我が家ではちょっと感じておりました。
で今回のこちらのその電動パワーステアリングギアボックスの交換なんですけども、この ZR-V に起こっていたリコールなんですけども、ちょっと調べてみましたら、マツダさんの CX60 ですかね、その辺りで出てたリコール内容と同じものになってまして、でちょっと私詳しくはないんでわからないんですけれども、どうやら同じメーカーのものを使って車を作っていたからなっている不具合っていうような感じになっているみたいです。でマツダさんの方だとちょっと私はマツダ車を所有してないので詳しくわからないんですけども、ハンドルカクカクっていう問題が起きていたみたいで、ちょっと症状もね詳しくはわからないんですけど、多分切ってる時にハンドルがうまく滑らかに切れないってことなんですかね。カクカクってことは症状はあちらでは結構顕著に感じることができてたみたいでして、で実際ZR-V に乗っててそのハンドルがカクカクする、切ってる時に滑らかに流れなくてカクカクカクって何かこう区切りを経ながら回ってってるなって感じは全くありませんでしたので、そういったところまではないんですけど、どうやらリコール内容を見る限り同じ製品のものを使ってるからなってるっていうことのようです。で実際このギアボックス交換してみました。交換されました。何か先ほどその不具合として感じたことがあったわけじゃないので、それが治ってよかったみたいなことじゃないんですけど、実際ギアボックスもともと使ってたものと交換されてますんで、何か乗ってて変化を感じているかなってところなんですけども、これはもしかしたらそのプラシーボなのかもしれないっていう話もあるんですけれども、実際にこのギアボックスの交換という、そういった処置をしてもらって出来上げましたよということでこの車を受け取って道に出ていった時にあれハンドルをこう切った時の感覚がちょっと変わったなとは思いました。何が変わったかというと、結構ねよりこうハンドルを切った時の動きが滑らかになったなっていうのは個人的な感覚で、車のノーズを動き出し始めの動き方がもうちょっとゆっくりと動き出していた気がするのが、より滑らかにスーッと車がノーズを動き出すようなそんな感覚っていうのがあって、あれ変わったよねって、ハンドルをさばく時の動きだったりとか、そのハンドルを操作した時の車からのレスポンスが滑らかな感覚になって、あれこんなだったっけ、すごくより良くなったなっていうのが個人的に感じた部分だったんですよね。これがプラシーボの可能性もあるんですが、ただパッと乗ってパッと走り出した時に措置が終わってから乗ってみてあれって思うってことは、でもやっぱり変わったのかな。都内では1年9ヶ月この車乗っていますが、その1年9ヶ月乗る中でそれが新品に変わったから手応えが変わったっていう可能性ももしかしたらあるのかもしれないんですけれども、変えたところでやはり個人的にはいい方向での感覚の変化っていうのがあったかなというふうに思っております。 ZR-V は SUV だけど走るってところを売りにしてると思うんですけども、そういう車のキャラクターにはより合った方向でのステアリングの変化が起こってるかなというふうに思うので、個人的にはすごくウェルカムな感じの対応だったかなというふうに思っておりますので、この車はもう納車されてねだいぶ経ってるんですけれども、ちょっと冬なんでなかなか峠道とか行けてないんですけども、例えば峠道今後春夏になって走った時にあれ前より良くなってないっていうようなね変化が感じられたら嬉しいなというふうに思っているところです。ギアボックスの交換、これをしてみてちょっと感じたところがあったんでね、ちょっとお話ししてみました。今回の動画ですね、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。冒頭にも少しお話ししましたが、皆さんこのリコール受けられると思いますんで、前後でね変化があったかなっていうところは何か教えていただけたら嬉しいなと、皆さんでちょっと共有できたら ZR-V 好きとしては嬉しいなというふうに思いますので、感想ありましたら教えていただけましたら嬉しいです。今後もこのチャンネルでは ZR-V の情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。